様おはようございます。シンガーソングライターのキキです。今日は私大阪の方に帰ってきて、大阪に NCT が来てるんですよ。今朝の何時ですか？7時半10分ぐらい30分ぐらい。7時30分だそうです。今からグッズを買いに行ってまいります。ちょっと後で買ってきたものを紹介します。ではまた後です。懐かしい。AKB の思い出しかない。そこも全部習ってね、やばい。大正の方に到着いたしまして、現場の方に向かっております。私京セラドームで京セラでバイトしたことあるんですけど、でもその時基本的にちょうど野球のシーズンだったので、野球のお客さん、野球の売り物をすることが多かった。もっとコンサートスタッフらしいことしたかったなっていうのはあります。ということでドーム前に着きました。もうね、こっちに京セラが見えてるんで行ってきます。でも私たちはあくまで今日はグッズを買いに行くだけということで、グッズ隊で頼まれてるんでね、はい、ちょっと使命があります。はい、では行ってきます。A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. やめ I know man passing by. Life is good, best I've ever felt. どういう状況？おはようございます。おはようございます。今日はですね、今日は NCT のライブ当日なんですけど、風の音やばいかもこれ。朝の9時50分ぐらいです。ちょっとだけ今会場が2時14時なので、それまでにはちゃんと着くように向かいたいと思います。到着なんだけどもうめちゃくちゃ到着してるんですけど、ちょっと1週間前に風邪じゃない体調不良を起こしたのでちょっとまだ地味に引きずっておりますので、安全第一に楽しみます。めっちゃ近いんですよ。到着します。4つ。はい、ということで NCT7 のライブが終わりました。いや、もう何よりメンバー本当にお疲れ様です。イリチルのメンバーマジでお疲れ様です。本当に大変だったと思うんですけど、メンバーのねテヨンくんが入隊前ということで
今回が一旦最後の、ツアーだったと思うんですけど、なんだろうな、私はイリチルの単独のライブは初めてだったんですけど、すごい愛が伝わってきましたね。メンバーのなんかこうインスタとかでもね、他のこう公演見れるじゃないですか。ちらっとストーリーで載せてくれるじゃないですか。そういうの見て、なんかすごい本当に心から楽しもうぜって、なんか一人一人心がけて、なんかライブに臨んでる姿がすごい素敵だなと思って、ずっと見させていただいてたんですけど、実際行くとその愛がなんかこっちまですごい伝わってきて、グッときましたね。最初ソウルから始まって、なんとなくわかんないですよ、本人しかわからないですけど、テヨンくんの表情がちょっとやっぱ不安そうだなと思ったのが第一印象でしたね。でメンバーもみんな泣いちゃってて、昨日東京、最後で本当のライブツアーも終わりだったので、その時のテヨンくんの表情はもうなんか決意って顔でしたね。なんか私が見た感じ、覚悟したって顔をしてて、かっこいいなって思いました。男らしいなってめっちゃ思って、その表情を見てさらにまたグッときましたね。一応ね、感想をちゃんとねメモしたので、メモしてるんですよ、忘れないように。そう、テヨンくんのね表情、その覚悟した表情にすごいグッときて、こうやって人は強くなって美しくなっていくんだなって思いました。私本当にみんな大好きなんですけど、特にその中でもドヨンくんが好きで、ドヨンペンなので、最後のそのメンバーへの愛の言葉が、最後にメンバーに思いを伝えていいですかみたいな感じで最後コメントをしてたんですけど、なんか普段喋らないといけない時は結構喋ってるし、すごいなんかこう頭の回転が速いというか、すごい賢い人だなと思いながらいつも見てるんですけど、でもなるべくこうメンバーが話してるのをこうそっと見守ってるイメージはあるんですよ。そうイメージというか、見守ってることが多いなっていう思うんですけど、でもきっとその心の中ではいろいろ思いを馳せてて、いい意味で情熱とかすごい秘めてる人だなって思いながら、なんか私男女問わずそういう情熱的ロマンティックな人本当に好きなんですよ。だから私の友達も結構そういうロマンと情熱を持った人が多いんですけど、それをなんかこう思ったのをクリアにして、でその今回メンバーに思いを届けてて、染みました本当に。やっぱもうそういうとこやねんなって思いながら見てました。そんな愛情でこれからもメンバーを包んでほしいなって思いますし、そうですね、シーズンにも包みますけどね。最後っていうか、メンバーがなんか全部の声すごかったけど、なんか今日はなんか違うって、なんかみんな今日127最後やからなんかすごいなんか何か違うってメンバーがずっと言っててなんかちょっと面白かった笑っちゃいました。はいって感じですかね。めっちゃざっくり言うとこんな感じだったんですけど、ただですね、ちょっとだいぶショックだったことがございまして、めっちゃ私事なんですけど、これはまたね今度別の動画で出そうと思ってるんですけど、いろいろ重なって、ざっくり言うと自律神経がちょっとやられちゃったんですよね。で、今もうだいぶ復活したんですけど、本当にこんなんじゃなかったね。1週間前ぐらいに、もうちょっとでライブや楽しみやなってなってた時にちょうど体調が悪くなっちゃって、で、仕事しててもめまいと、なんか過呼吸みたいなのがなんか収まらなくて、それもざっくり言うと救急車に乗っちゃったんですけど、初めて乗りました。で、家にいるとなんか大丈夫なんですけど、いっぱいこう人がたくさんいるところに行ったりすると急にこうしんどくなっちゃう、過呼吸みたいになっちゃったりして、
そう本当にやばかったんですけど、なんとか治療して整えていただいて、なんとか当日参戦できました。はい。妹もいたんですけど、妹に一緒に支えてもらいながら行って、マジでごめんなさいって感じなんですけど、そしてライブもね、ちょっと激しい曲になると立ってるのがちょっとしんどくなっちゃって、座りながら見て、ちょっと座って見ることが今回すごい多かったんですけど、だから本当に入り中の皆様すいませんって感じなんですけど、でもめっちゃね、不思議なことに笑っていただいて大丈夫なんですけど、もうマジでもう神様にもうどうかこの体調を直してくださいみたいな感じで言いながら、そしてこのボディメンテをガチで飲みながら、しばらくするとだんだん回復してったんですよ。すごくないですか？すごいと思って。なんか神様が治してくれたのか、このボディベーテが治してくれたの両方なのかもしれないんですけど、助けてもらいました。で、もう帰る頃には、もう、ほとんどめまいとかもなくて、普通に帰って、寝たんですけど、そう、っていうことがございました。てかさ、前もさ、NCT ネーションの時も私、体調崩してないんですけど、ちょっといろいろあって、まともにライブが見れないっていうね見たいのにめっちゃ楽しみにしてたのに、なんでみたいな。NCT のライブ見たらあかんのとかちょっとなんか思っちゃった。冗談ですよ。冗談なんですけど、ちょっとショック。本当になんか不思議なんですけど、毎回いろいろあった中で、そのライブが終わった後は、めちゃくちゃすごい爽快感と、あとなんか学びっていうのがすごいあって、なんか自分が抑えてた部分、本当は言いたいけど、ちょっとできてないなってこととか、が、すごいこうクリアになって、改めてそれが目標になって、それに向かってまたこう頑張ろうって思えるんですよ。すごいですよね。やっぱり音楽のすごいところって、やっぱりこういうことなんですよね。目に見えない何か力が、メンバーの熱意とかがこう伝わって、もうあんたも早くこっちやれみたいな。だから私はそこにたどり着かないといけないなって思うし、いけないっていうか、むしろ私が行きたいんですけどね。そういうね、気づきが毎回あるんですよ。私は音楽としてなんですけど、皆さんも何かありますか？なんかこういうライブとかで得るものって、なんかもし何かあったら、こういうことがありましたとか、こういう奇跡が起きたとか、なんかあれば、よしければコメント欄に書いてください。やっぱり私もステージに立って自分の言葉で、自分の音楽で、自分の作品で人に伝えたいものがあるし、言葉じゃなくてもその思い、情熱とか希望とか夢とかをやっぱり伝えたいですし、誰もが人生の主人公だと思うので、誰もが幸せになれる権利っていうのもあるはずなんですよ。なのでこれどうしても普通にお仕事したり特別なことがない限りこう目標とかね流れちゃったりするんですけど、なるべくネガティブになる時間があったら、なりたい自分っていうのをしっかりこう胸に刻んでイメージすることがすごい大事なのかなって思います。私も今それを実践中です。そして誰もが夢を叶えられる存在であるっていうのを、私のこの活動を通して伝えていきたいですし、いろんなねことがありますけど、本当に悲しいことも嬉しいこともあるけど、悲しみっていうのはもう強さにしかならないと思ってるので、ごめんなさい、うまく言えないんですけどそんなこう素敵な人っているじゃないですか。私の素敵だなって思う人はみんなその悲しさを乗り越えて、それを強さに変えて、そして輝きに変えてる人たちばっかりなので、それを目指して、それはイコール自分もなれるんだって思いながら一緒に頑張りましょうやっぱりアーティストさんのライブに行くと、そういう大切なことを改めて気づかせてくれるし、やっぱり自分もそうなりたいなって思わせていただきます。
でそう思ってるとやっぱりこうメロディーが降りてくるので曲にしたいなって思いました。はい。でそしてもう必ずね私もドームに立ちたいなって思います。もう絶対実現させますので、時間かかったとしても私なりの一歩一歩を進めて場所に私も立ちます。はい、もう何よりね、最初も言ったんですけど127の皆様お疲れ様でした。もうゆっくり休んでなんなら休む時間あるかなわかんないんですけどね、なんなら東京でちょっとお茶でも飲んで、そしてソウルの方に帰ってほしい気持ちはありますね。本当に健康が一番ですよ。マジで健康じゃないと何にもできないんでこれライブにも行けないし働けないし、皆様も健康でいてくださいね。はい、イルチルも健康でいてね。 NCT みんな健康でいてねはい、ということで聞きの動画ちょっとでも良かったなと思った方はいいねとかチャンネル登録お待ちしております。はい、また次の動画でお会いしましょう。キキでした。生かせるも生かせないも自分次第だな。世界はクレイジー、本当はビューティー。